パリの美術館の前に並ぶ長蛇の列。お目当ては海外でも人気の高い日本の画家の作品です。極彩色の生き物たち、まるで生きているかのようなリアルな存在感と躍動感、目を疑うほどの細密描写、ありとあらゆる動植物の命の輝きを10年の歳月をかけ30幅の絵に描き込みました。自然をモチーフにしたこうした細密表現は明治の超絶技巧のはるか100年以上前に誕生していたのです。描いたのは18世紀の天才絵師伊藤若冲です。京都の青物問屋に生まれ家業を継いだものの、商売そっちのけで鳥や虫や花ばかり描いていました。若冲の技のすごさは動植彩絵に描かれた多くの鶏の絵を見るとよくわかります。群景図、画面を埋め尽くす13羽の雄鳥を絹の上に細密に描いています。すべてが違ったポーズの雄鳥たちはけたたましく鳴きながら動き回っているかのような臨場感を感じさせます。画面に散りばめられた雄鳥たちの真っ赤な顔、上下左右正面とさまざまな方向を向いています。雄鳥は素早く首を動かします。その連続した動きのすべてを描いているようにも見えます。さらに細部へのこだわりは尋常ではありません。この鶏のトサカの部分には1ミリの点がおよそ1500個もありました。複雑に重なり合う羽の艶やかさや微妙な色の変化、鶏の一瞬の動きや羽の質感など徹底的に観察し、その美しさや生命力を描き尽くそうとしたのです。若冲の技法のすごさは細密極まる筆使いだけではありません。自然の微妙な移ろいや光の具合まで計算し尽くした色彩表現にも超絶技巧が使われています。紅葉小金図、さまざまな赤の濃淡を使い分け、紅葉するもみじの微妙な色の違いや奥行きまでも巧みに表しました。使われたのは裏彩色という技法。絹地の目が透けている特性を生かして表と裏両面に色を入れます。紅葉の盛りを迎えた燃えるような赤、これは表に赤、絹地の裏から橙が塗られています。さらに紅葉する直前の葉を描く際、表は葉の縁に赤を足し、裏からは黄色、そして奥に見える淡いピンクの葉は表に何も塗らず裏から赤を塗っていました。その技を570枚の葉のすべてに施すという膨大な手間をかけ、
移ろいゆく季節の変化を感じさせる、それが若冲の表現なのです。1770年、動植祭会は京都の聖国寺に寄進されました。中央には三幅の釈迦三尊像、その両側に30幅の動植祭会が飾られました。若冲は釈迦の周りを華やかに飾るためにこの絵を描いたと言っています。自然の移ろい、生きとし生けるものの一瞬の命の輝きを細密極まる筆遣いで描き続けた伊藤若冲。まさに超絶技巧の源流がここにありました。